皆さんこんにちは。今回は手の描き方について解説していきます。ナレーションはミサがお送りいたします。今回は手の描き方について解説していきます。手は描き方がわからず悩む人が多いと思います。頭の中の想像だけで描いたり、当たりを描かずに描いたりすると、メリハリのない手になってしまいます。また、当たりを描いていても違和感のある手になったりする場合があります。まず手を描く前に自分の手をよく観察して把握しましょう。実際に写真を撮ってみるのもありです。自分の手をトレースして描くという方法もありますが、絵に描いた時に違和感があったりします。なので実際の手を見て当たりから手を描くのがいいと思います。しっかりした当たりが描ければ様々な角度の手が描けるようになります。わからなくなったら自分の手を見て確認しましょう。次は手の当たりの取り方について解説していきます。手を描くときは形で考えると分かりやすいです。手の甲は四角形で形をとっていきますが、指の付け根にある部分は少し斜めにします。四角形のだいたい半分の位置に横線を引きます。半分に分けた下の位置に親指が来ます。この時、親指の水かきの出っ張りを描いておきましょう。今度は四角形のだいたい半分の位置に縦線を引きます。分けた四角形にそれぞれ2つずつ指の位置があるイメージです。あくまでイメージなので、この線は引かなくてもいいです。指の部分は扇形で捉えていきます。この一番盛り上がる位置に中指が来ます。中指を描いて位置を決め、他の指を描きます。手の下の部分に手首を描いていきます。手首の骨の出っ張っている部分は忘れずに描きましょう。この辺りを使ってラフを描き、手を描きましょう。次は手について細かく解説していきます。手の比率について解説していきます。親指の付け根の幅は手のひらの半分の大きさと同じです。当たりを取るときに手のひらの大きさを基準にして考えるといいでしょう。そして親指と小指の長さはほぼ同じです。人差し指と薬指の長さはほぼ同じです。指の中で一番高い位置にある中指は手のひらと同じ長さになります。指は平行に伸びているのではなく、手のひらの底を中心に伸びています。これは手を握りしめた状態でも同じことが言えます。指の関節の位置はこう描くようになっています。これを意識するとバランスの取れた長さで指が描けると思います。また体全体で見たとき、手の大きさは
顔の大きさとほぼ同じになります。手の大きさや指の長さにはそれぞれ個人差はありますが、これらの比率を覚えておくとバランスの良い大きさで手を描くことができます。これまでの解説では中性的な手を使って解説しました。ここからは男女の手について解説したいと思います。まず全体的な違いから見ていきます。手の形を全体的に見て、男性は角張った手つきで、女性は丸みを帯びた手つきになります。男性の手にはシワや骨筋を描いて、より角張った手つきにします。女性は最低限のシワを描く方が女性らしい手つきになります。次は指について解説していきます。指の関節は男性の方はゴツゴツした線で、女性はスラッと滑らかな線で、関節の部分を目立たせません。指先は男性は平たいイメージで、女性はとんがったイメージです。次は横から指を見ていきます。男性は横から見てもゴツゴツした線で、女性の指はスラッとした女性らしい手つきにするために、第一関節は省略して描いてもいいと思います。指の幅は男性は平行線で、指先は細めません。女性は指先に向かうにつれてだんだんと細めていきます。男女ともに指は若干反った線になります。女性は男性よりも反った線にするといいと思います。親指の形は関節の部分を角張らせるとよりリアルさが出ます。また女性は男性ほど角張らせる必要はありませんが、指を反らすと女性らしくなります。それでは実際に手を描いていきます。今回描くのは中性的な手になります。キャンバスサイズは 1536×2048 です。ツール選択ウィンドウからブラシツールを選択します。まずはペン、ハードで当たりを描いていきます。手の甲は四角形で捉えていきます。親指の水かきの部分を忘れずに描きましょう。指を描いていくとき、まず中指の位置から決めます。中指を基準に扇形を描いて、全体の指の長さを決めます。そして余分な線を消します。中指を中心に手の関節の位置を決めます。線画を描くときに指の関節の位置が分かりやすくなります。手首の出っ張った骨を忘れずに描きましょう。レイヤー不透明度を下げてラフを描きます。ここからはペン、フェードを使います。ラフでは人間味のある手に近づけていきます。ここからは実際の手を見ながら形を追求していきましょう。親指の部分だけでなく、指の間の水かきも忘れずに描きましょう。ラフの段階で手の形を捉えることができれば線画が楽になります。
ラフの不透明度を下げて線画を描きます。指には関節があり、ただのまっすぐな線にはならないので注意しましょう。爪は描かない場合もありますが、今回は描いていきます。指先に爪を描いて、爪先の線を削ると爪らしくなります。爪は指を描いた線より細く描くのがポイントです。完成です。